どうもカロリオンでございます。プロマジシャンをしています。今回は、味覚がつながるマジックの解説をしたいと思います。テレビでもやっていたみたいですね。簡単に現象を言うと、いろいろな種類の飲み物の中から、一人のお客さんが自由に一つ選びます。お客さんは、選んだジュースを一口飲みます。飲んだジュースを、マジシャンは目隠ししたまま当ててしまいます。お客さんの飲んだものが、マジシャンの脳に直接伝わったのです。そうです。お客さんとマジシャンの脳がつながってしまうマジックなのです。では、まずこのマジック、どんな感じでやるのか見ていきましょう。テーブルに、左からコーヒー、紅茶、水、オレンジジュース、メロンソーダの5種類があります。それぞれ、コップに、大きく、何の種類かを書いています。お客さんにマジシャンの目を見てもらいます。お客さんとマジシャンは脳内でつながります。マジシャンは離れて座り、目隠しをします。お客さんに5種類の飲み物の中から今飲みたいものをコップに注いでもらいます。例えば、ここでは最初に水を入れます。その後、残りの4つもそれぞれのコップに注いでもらいます。全部入れ終わったら、マジシャンはお客さんが最初にコップに注いだ飲み物が水であることを言い当ててしまいます。もう一度飲み物を選んでもらい、今度は飲んでもらいます。例えば、お客さんが水を飲んだとします。マジシャンは飲んだものを感じ取ろうとします。ここで、なんと、紅茶を飲んだとマジシャンは間違えてしまいます。言い当てることができなかったのです。マジシャンは目隠しを外し、もう一度、お客さんと脳内でつながるため、マジシャンの目を見てもらいます。もう一度、マジシャンは目隠しをして椅子に座ります。仕切り直しです。お客さんに直感でコップを取ってもらい飲んでもらいます。例えば、お客さんが水を飲んだとします。お客さんと脳内でつながっているマジシャンは、水の味覚を感じ、水を飲んだと当ててしまいます。もう一度お客さんに選んでもらい、飲んでもらいます。例えば、お客さんがコーヒーを飲んだとします。何の手がかりもないまま、マジシャンは当ててしまいます。お客さんと脳内で味覚がつながっている証です。今度は、お客さんに一つ選んでもらって、飲んでもらいます。それを置いて、もう一つ飲んでもらいます。例えば、お客さんが最初に水、次にオレンジジュースを飲みますが、マジシャンは当ててしまいます。お客さんにコップを調べてもらいますが、コップに仕掛けはありません。今度は、コップに貼ってある飲み物のラベルを外してしまいます。そして、お客さんにコップを適当に混ぜてもらいます。完全にコップはシャッフルされました。これでコップを選んでも、飲むまでは誰もわかりません。お客さんにコップを一つ選んでもらい、飲んでもらいます。この段階では、お客さんにしか飲んでいるものはわかりません。周りで見ている人もわかりません。しかし、マジシャンは、お客さんが飲んだものを目隠ししたまま当ててしまいます。このマジックは、とても不思議で、本当に超能力で味覚がつながったように見えます。では、この超能力のような不思議を丸裸にしていきましょう。話を引っ張るつもりはありませんので、仕掛けからすぐにお答えします。2つ方法があります。まずはギミックありの解説です。全く怪しくなく、ギミックを使わないやり方もできます。そちらもこの後、解説いたします。瓶とテーブルにセンサーがあります。それと、コップにセンサーが内蔵されております。瓶またはコップが持ち上げられると、マジシャンにバイブで知らせが行くようになっています。マジシャンが携帯しているバイブの通知装置は、瓶用、コップ用の2種類を携帯しています。当然ですが、かなり距離が離れても通知が行くようになっています。では、それらをどのように使うのかを見ていきましょう。テーブルに、左からコーヒー、紅茶、水、オレンジジュース、メロンソーダの5種類があります。それぞれ、コップに大きく何の種類かを書いています。
ここで使うジュースの種類は何でも構いません。また、本数も何本でも構いません。人は奇数を好みますので3、5、7と考えると5がちょうどいいので5にしています。お客さんにマジシャンの目を見てもらいます。これでマジシャンとお客さんが脳内でつながるのですが、本当につながるわけではありません。ただの演出です。マジシャンは離れて座り目隠しをします。お客さんに5種類の飲み物の中から今飲みたいものをコップに注いでもらいます。例えば、ここでは最初に水を入れます。残りの4つもコップに注いでもらいます。全部入れ終わったら、マジシャンはお客さんが最初に水を入れたことを言い当ててしまいます。飲み物を注ぐだけで最初に入れたものを当てていますが、瓶がテーブルから離れると、どの瓶が今取られたか、マジシャンに通知が行きます。例えば、バイブでコーヒーなら1回、紅茶なら2回、水なら3回と決められています。これは、調整可能で短く1回とか、長く1回とかにも変更できます。ここで、瓶とコップを両方持ち上げられたら、マジシャンは通知が受け取れないのではと思ってしまいますが、心配いりません。最初にも触れましたが、通知用バイブは2つ携帯しており、最初の瓶用とコップ用に分けられていますので、混同して間違えることはありません。お客さんが最初に注いだ飲み物は水だとマジシャンは当ててしまいました。もう一度飲み物を選んでもらい、今度は飲んでもらいます。例えば、お客さんが水を飲みます。マジシャンは飲んだものを感じ取ろうとします。ここで、なんと、お客さんは紅茶を飲んだとマジシャンは間違えてしまいます。マジシャンは目隠しを外し、もう一度お客さんとつながるため、マジシャンの目を見てもらいます。水を紅茶と間違えたのは、相手とうまく脳がつながっていなかったために間違えたという演出になります。この演出を行う理由は3つあります。1つは、マジックの緊張と緩和です。ずっと緊張状態のままだとお客さんも疲れ、見ている人も疲れます。そのためわざと間違えてお客さんと見ている人の緊張を緩和してリラックスしてもらい、もう一度緊張状態にすると演技が締まるからです。2つ目は、このマジックの特性上、ただお客さんが飲んだものを当てるという単純なマジックになってしまいます。わざと間違えることによって演技に変化が生まれ、最後まで飽きずに見てもらうことができます。3つ目は、間違えることにより、本当にお客さんとマジシャンがつながっているという説得力を持たせる意味合いもあります。仕切り直して、もう一度、マジシャンは目隠しをして椅子に座ります。お客さんに直感でコップを取ってもらい飲んでもらいます。例えば、お客さんが水をチョイスしたとします。お客さんが水を一口飲みます。お客さんとつながっているマジシャンは水を飲んだと当ててしまいます。お客さんがコップを持ち上げると、マジシャンが隠し持っているコップ用の通知用バイブに通知が来ます。グラス同様、コーヒーなら1回、紅茶なら2回、水なら3回と決められた通知により何を飲んだかわかるようになっています。お客さんにもう一度選んでもらい飲んでもらえます。例えば、お客さんがコーヒーを飲みます。マジシャンは当ててしまいます。お客さんと味覚がつながっている証です。今度は、一つ選んでもらい飲んでもらいます。それを置いてもらって、もう一つ飲んでもらいます。お客さんは、最初に、水、次にオレンジジュースを飲みますが、マジシャンは当ててしまいます。当然ですが、コップが持ち上げられると、マジシャンに通知が来ますので、全部当てることができます。では最後です。お客さんは、コップに仕掛けがないか確かめますがありません。今度は、コップに貼ってある飲み物のラベルを全部外してしまいます。そして、お客さんに、コップを適当に混ぜてもらいます。完全にコップはシャッフルされました。これでコップを選んでも飲むまでは、誰もわかりません。お客さんに、コップを一つ選んでもらい飲んでもらいます。この段階では、お客さんしか飲んでいるものの種類はわかりません。
周りで見ている人もわかりません。しかし、マジシャンは飲んだものを当ててしまいます。コップはお客さんに改めてもらっても大丈夫です。見た目は普通のコップです。外見でわかるようにギミックをつけたりしないので、コップを破壊しない限り仕掛けがあるコップだとはわかりません。お客さんにコップをシャッフルしてもらい、一つを取り上げて飲んでもらいますが、マジシャンは当ててしまいます。これも当然ですね。5つのコップ一つ一つはマジシャンに通知が行き、それぞれ通知のバイブが異なり、いくらシャッフルしようが、まとめてコップを持ち上げない限り何を持ち上げ飲んだかはすぐにわかるようになっているからです。このやり方もとても不思議です。即興で演じることもできます。普通のペットなどのジュースでできます。お客さんが飲んだジュースをマジシャンは目隠ししたまま当ててしまいます。マジシャンは完璧に当ててしまいます。ギミックを使わないこの演技では、協力者が1名必要です。協力者がお客さんが何を飲んだかを確認して、マジシャンに通知を送るのです。演技前に何を飲んだら何回バイブを送るのかを決めておきます。あとは簡単です。協力者がマジシャンに通知をして送るだけで当てることができます。これはスマホでもできますので、即興で繰り返しできます。単純ですが、テレビや舞台、動画などでこれをやられたらとても不思議です。いかがでしたか？いろいろな不思議を解説しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた会いましょうね。